こんにちは。今回はバレンタインひな祭りとかこつけて美味しいものを作って豆ごと一緒に食べようっていう回です。ピンクのね大きなリボンをつけて可愛い豆ごたんなんですけど、主のねだるがらみにもやれやれっていう感じでね反応してチューをしてくれました。主はねちょっとこのまま黙ってたらおかわりもらえるんじゃないかと思ってね黙ってみたらしょうがないなっていう感じでねもう一回してくれましたね。神様です。かわいいね。そういえば主風邪をひきまして、最初は喉が痛いなって思って、でその翌日に咳が出て、でその翌日に鼻水が出て、でまたその翌日に熱が出るっていう1日ごとにね症状が追加されていくっていう形で悪化していったんですよね。もう合唱かなみたいな、カエルの歌がかなみたいな感じなんですけどね、もうまるで風のアンサンブルですね。はい。で、そんなね、状態なんですけど、バレンタインだからケーキをね、急に作りたいと思って、深夜の4時、朝の4時ですよ。主は好きなこととか、興味があること限定なんですけど、思いついたら即行動の人間なので、この日もね、朝の4時にね、ケーキを焼き始めました。これからグラサージュをかけていこうと思います。このね、グラサージュっていうのがね、結構ね、難しいんですよね。って言ってもね、主ほとんど作ったことないんですけど、なんか調べてるとやはり温度がすごい大事で、このねグラサージュの温度が高すぎるとドロドロ粘度が少ないんで、剥げるそのケーキの内側がね見えたりもするみたいですし、逆に温度が低いと下まで綺麗に垂れてこないみたいなんですね。やばい、顔が映ってる。イエーイ、成功でーす。イエーイ。本当はヘラで上のところをなだらかにねしたかったんですけど、うまくかけれたのが嬉しくて忘れてました。素晴らしい。もう鏡だね。いちご3種類買いました。秋姫、弥生姫、あまおうです。ここ皆さん気づきますか？絞り袋がなくてジップロックで代用したんですよ。ってな感じでね盛り付けを終えたんですが、あんなにたくさん買って紹介までしていちごをね使わないっていう、急にねオレンジがあることを思い出したんですよ。絶対こっちの方が可愛いじゃんってなって、いちごはね端っこに申し訳程度で置いておきました。でね金箔も散らしてちょっとゴージャスな感じですね。今回は同じ器で食べます。今度はね主ばっかりいい思いをするの良くないのでね、豆子に特別春のサラダをね作っていこうと思います。器はねリンゴすごい可愛いですよね。ちょうどね豆ごと一緒に食べれたらいいなと思って2つ買ってたので、何年前だろう、 1,2 年ぐらい前に買ったんですけど全然使ってなかったので使えて嬉しいです。今水菜を入れた後に三つ葉を植えて、パセリを植えました。でリンゴをねトッピングしていきます。豆5サイズのトマト、じゃじゃーん、豆ごと蒸しサラダ。豆ごたんの方にはドレッシングでトウモロコシソースをかけます。しまった。ちょっと伸ばせばよかった。そう、そっち豆子。豆子用のだよ。よくわかったね。
そっち主の。そっち主のだよ。豆ごたん。そっち主のだから。豆ごたんのはこっち。やっぱりいつ見ても豆ごたんにはしびれますよね。落ちたものには目もくれないっていうね、お嬢様ですよね。このね、落ちたもろもろは主がね、美味しくいただきましたので安心してください。美味しいね。だいたいね、主は豆ごの残飯処理係なんで、ただね、一つだけトマトをね1個ずつ盛り付けたんですけど、主トマト嫌いなんで、このトマトはもう豆ご専用です。火を通したら食べれるんで、最悪ねそうやって炒めて、料理には使っていつもなんとか対応をしてます。今見ましたか？豆ごがってなっちゃってたと思うんですけど、豆ごにリンゴは合わないのかもしれないですね。結構初期の動画で、豆ごにねリンゴをあげた動画があるんですけど、その時にもね同じ感じでなってて、ただ他にも柿とかなんか果物をあげてたので、たまたまかなっていうのもありましたし、リンゴが原因だとは思ってなかったんですけど、今ねリンゴをあげてまたってなっちゃってたので、これからはねリンゴをあげるのはやめようかなって思います。トマト食べれる。トマト、はい。豆ごのすごいところというか、飼い主として助かるなって思うところは、やっぱりこの食べ過ぎないっていうところがいいですよね。やっぱりちょこちょこっていろんなものを食べてやめるっていう、やっぱりこっちもいろんなものを食べてほしいですけど、食べ過ぎたらねやっぱり体に良くないじゃないですか。だからヒヤってすると思うんですけど、豆ごの場合はねもう食べ過ぎるっていうことがないんで、そこは安心してあげられますよね。このサラダの中だとトマトが一番好きそうですね。パセリは一口も食べてくれませんでした。ここで主ボタンが開いていることに気づいて堂々と閉めます。そしてね神経がずぶとくなったところでねサムネをね撮ろうとするわけですね。やっぱりこのリンゴのお皿2つと豆ごと主をね写したいなっていうところで位置調節をねしっかりやっていきます。ちょうどね豆ごが美味しそうにトマトを食べているので、この間に撮りたいっていうことでねなんとかサムネをね撮り切ることに成功したんですけど、この時もねカメラの容量がなくなっちゃったりでもその横でねもうひたすらトマトを食べ続ける豆ごみたいな、そして慌てる主っていう感じですごいてんやわんやだったんですけどね、無事動画ね撮れたしサムネも撮れたしよかったなと思います。何なんですかね、今リンゴは食べてなかったんですけどまたってしちゃってましたよね。急いで食べようとするとそうなっちゃうんですかね。前にもペレットを食べててそうなってるのを見たことがあるのでね心配なんですけど、ゆっくり味わって食べてくれたら嬉しいなって感じですね。ここでね豆ごさん食事タイム終了です。ごちそうさまか。たくさん食べたね。豆ごたんトマトリップです。スイカリップならぬトマトリップがね可愛いですね。スイカよりは発色がちょっと弱めというかほんのりね赤くなる感じで、匂いもめちゃくちゃトマトでしたね。私はねわさびがね本当は手まり寿司を作りたかったんですよ。
作ろうと思ったんですけど、もうめんどくさくなってボウルで全部ひとまとめにしてね、ちらし寿司みたいな感じにして食べました。美味しかったです。本日もありがとうございました。